しい。初めての味です。ちょうどカツとも合うようなこのシャキシャキ具合っていうのはやっぱこう水たっぷり吸わせないと作れないんですよ。ゆっくりつけます。割と会津の米はこう小粒で結構力強い米なんで結構丼物に合うとも言われてるんで。贅沢にこのかぶりって油を全部取ります、はい、大まかには手でこう取れちゃうんですよ、ざっくりな部分。これがかぶりです。これはラードにできる部分を取ってきます。ここから、切り分けていくんです。ここに油がついてる状態で、これでカットしたのがとんかつですよね。いわゆる脂身がここにあるわけですよ、本来。だから女性のお客さんとかでも意外になんか最後までペロッと食べれましたっていう風に言ってくれるのは、その脂身が多分ないっていう。これがバタフライカット。うちは一応 150g で、ここから油を取るんで、だいたいここの数字で170、160ちょっととかが理想なんですよ。これぐらいだったら残していいと思うんですけど、なんかだんだん気になってきちゃってて。これも揚げ油です。厚さを調整するので食べやすくするっていう。で四六弱食堂からもらったその製法が、見て楽しめるサイズにするっていうのもあってこう叩いて伸ばす。四六弱食堂のはもうザ・会津の、ザ・会津のソースカツなんです、はい、ソースカツ文化のエリアがいくつかあって、主に福井県、長野県、群馬で会津地方だったりするんですけど、例えば福井の方だとさっぱりしたこうサラッとしたソース、シンプルにウスターに近いような割と辛めなタレなんですよ。でキャベツが敷いてない。でその会津が逆でもうちょっとドロッとしたこう濃い感じので甘めなソースっていうのが会津で、キャベツが敷いてあるっていうのが会津のソースカツ。特徴的にはざっくりは。3-0ですね。1回もう1回ぐらい3点入れて。
これは埼玉の花咲徳栄高校っていう僕の母校の高校です。スタンドではしゃいでただけなんですけど、僕はレギュラーにもなってないです。会津で営業をいただくことがありまして、それで会津で住み込みでお笑いのお芝居をやってたんですけど、それを毎年2月3月の2ヶ月間行ってまして、これを5年間僕は会津に通い詰めたんですけど、その間に会津のソースカツ丼を味わって感銘を受けまして、こんなうまい飯がなんで東京にないんだろうって思って、僕はもともと脂身がダメでとんかつを食べれない人間なんですけど、そこのカツは脂身がなくて、で薄く叩いてやって食べやすくで、味わったことないソースの味でも、ソースも作り込んでるソースなんで、ただの市販のソースのちょっとこう甘いソース、なんかこれがすごい妙に食欲をそそったし、もうあっという間にこう食べれた丼なんですよ。僕ら若手芸人はやっぱお金ないので、街に呼んでもらったり飯屋連れてってもらったりとか、いろいろ尽力してもらって、この僕らの講演会、芸人のこのグループで動いてたんですけど、その芸人の講演会も作ってくれたりとか、すごい尽力してくださったんですよ。そのお店の大将にもお世話になったのもあるし、なんかいろんな思い出が詰まってはいるんですよね。だからその時の感動も相まっての美味しさだと思うんですけど、でも圧倒的にソースカツがすごい僕の中で好みだったっていうのに気づいたんですよね。僕は大学生の時に YouTuber みたいなことずっとやってたんですよ、はい、それも兄と一緒にやってたんですけど、その延長でテレビ局にいろいろ DVD とか送ったんですよ、自分たちが作ったものとか。いや、僕らが新しいエンターテインメントを作りますみたいな生意気な文章を書いてそしたら何社か帰ってきたりとかしたんですけど、その中で吉本はすごいなんか手厚いリアクションとか返ってきて、それで吉本入ったっていうのもあるんですけど、もう芸歴 1,2 年3年目ぐらいの時までは脱げばいいと思ってましたもん。やっぱ出すもん出せばいいと思ってたんで、ただどのタイミングで出せばいいのかっていう、それぐらいしか考えてない。もう大学生の延長ですよ。その時はもう役回りはこういわゆる回しって言ってこう突っ込む側に徹するようになってて、僕はこっちの方が向いてるんじゃないかなっていう、後半はそっちに徹してました。会津に行った初年度なんですけど、さっき言ったようにいろいろ自分で作った DVD を事務所にいろんなところ局に送って吉本さん帰ってきたんですけど、その吉本の帰ってきた内容が、社長さんからの一筆と NSC という養成所の願書とアメトークの4巻の DVD、 これがついてきたんですよ。すごいなと思って、そんなことするのが吉本だと思って、その初年度になんと社長にお会いすることができて、その当時の社長は大崎社長さんですね。もうダウンタウンさんついててずっとこうやってた一時代を作った方だと思うんですけど、もうその方にお会いできるなんて結構ないことらしくて、若手がしかも会食してる時にそのエピソードを言ったんですよ。いや、僕はこういうきっかけがあってアメトーーク4巻もらって
でこんな手紙もらって「いやすごい嬉しかったです」って「そうかよかったなそれでうち来てなほなアメトーーク4巻返して」って言われてもうそれがもうなんかこうお笑いの中に入った感じがしたその時にスッとあこういうことなんだなみたいなやり取りとかで空間もこう和んだしあこれがなんかお笑いなんだみたいなで自分のその思いがあるエピソードを震えながら喋ってこの笑いでフッてなったあこれはすごい人の感情すごい動かすしこれが社長なんだっていうかこれが吉本の中心なんだなってそれを感じた時にあここ来てよかったなってすっごい思いましたそれがまた会津っていうのは多分会津はまた何かあんだろうなっていうまあ大体どこの店舗さんもそうですけど、まあ、この会津のお酒っていうのは入ってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、うちも会津のお酒が入ってるんでそれでこうグッと僕が味わった会津のソースカツ丼の香りが出てくるんですよ。このさっき切ったこの油をこうラードに落としてます。純正ラードって言われるものを使うんですけどそれだけだと、まあ、香りは本当ここまで立たないんですよ、そこを生のラードを落とすと全然こういう風に、まあ、完成されるキャベツ十分に水を吸ったのでキャベツはなんかジューシーっていうかシャキシャキだねって言われるんですけどこれやっぱこう水をしっかりこうたっぷり吸わしてるっていうのもあるんですよね。ランチメニューは主に豚とチキンとメンチですね。で、あとそれぞれ相盛りがあるって感じです。これはうちはメンチって言っても一般的なメンチは豚と牛の合いびきとかだと思うんですけどうちは豚 100% で作ってていわゆるハンバーグっぽい味なんです。ナツメグですね。それが結構ポイントですよね。ソースカツのザラ以外はやっぱ会津は馬刺しが有名なので赤身の馬刺しなんですけど、これがロースとレバーがあって、まあ、ロースがまあ一般的によく食べられるところだと思うんですけど会津の馬刺しの場合は赤身の馬刺しになるんでからし味噌で食べるっていう文化ですね、これがうちの定番の鮭の魚ですね。イカ人参はまあ会津、まあ福島全体、まあ、東北エリアでは結構馴染みあるエリア多いんですけどシンプルでスルメイカと人参をつけたものですね。家庭によって醤油濃いめの入れたり砂糖多めだったりとか家によっていろいろ違うんですけどしそ巻きに関して言うと僕は個人的に美味しいなと思って入れてるんですけど、いわきの方の名物でたくあんにしそが巻いてあるさっぱりした漬物です。ニシンの山椒漬けは磨きニシンを、まあ、山椒で漬けてるっていうシンプルなものなんですけど酒の魚にもなるご飯のお供にもなる会津といえばっていうものですかね。
地元の人たちとか、それこそ四六時中の大将とかが町に連れ出してくれて、で居酒屋へ行ってこの会津のものをそこで教わった、味わった。で差し入れとかでもイカ人参っていうのが割と多くて、うちのイカ人参食べてって、だから当たり前のようにある家庭料理なんだなと、そういうところでイカ人参だったりニシンとか、馬刺しで、そこで会津の酒も教わった、むしろ日本酒を覚えたのが僕は会津ですね。うちでは定番なんですけど、やっぱ欠かせないのは僕的にはこの会津娘ですね。これが会津を象徴する味な気がするんですよね、僕の中で。プレーンというか、ザ・会津の香りがシンプルに味わえる酒かなと思ってて、基本的には8種類ぐらいをベースに、あとは季節のお酒を入れていくって感じです。やっぱり結びつけづらいと思うんですけど、揚げ物と日本酒みたいな。でもそんなことなくて、日本酒のポテンシャルってもっと高いと思うんですよね。人の好みにもありますけど、合わせれば多分全然日本酒も飲めると思うんですよ、カツでも。で甘めのカツなので、入り口としては結構この会津地方の甘めのお酒は合うんじゃないかなと思ってます。ここはミュージックバーですね。基本的にはDJ がいて音楽かけて、酒を飲むっていうところです。あとは僕の方でここで、小さいんですけどお笑いライブをやってる。20人も全然入らないぐらいなんですけど、環境としてはね、小さくてでもやれた方がいいんで。びっくりはされましたけど、僕の体質を知ってか、そこまで否定するとか止める人はそこまでいなくて、それはいいんだか悪いんだが、もっと面白かったら引き止められるんでしょうけど、そうじゃなかったのかなとか思いながら、でもすんなり皆さん応援してくださいましたね。僕がずっとお世話になってるのは極楽とんぼの山本さんで、山本さんにもお話はしたんですけど、全然、水端が選ぶ道だからっていうことを言ってたと思うんですけど、お店始まってもフラッといらしていただくですね、山本さんもそうですし、芸人時代のその師匠もそうですし、唐突にフラッと本当にいらしてくださるんで、愛されてるなとは思ったりしますけど。2つで1つご飯さん。はい。かけてっちゃうんですね。
作るね。それにまずとりあえず初心者はそうですね。例えばどうぞチキン。ありがとうございます。来てます。鶏は、3分弱ぐらい揚げて、2分ぐらいちょっと余熱入れる。で最後1分弱ぐらい最後仕上げて揚げて出すと。豚はもう薄くカットしてるんで結構揚げ時間は早いです。もう2分ないかなぐらいです。その間にちょっと何回か空気混ぜてちょっとカラッと揚がるようにして。市役所がやってる南部で視聴者不在になって市民祭りが来ないその代わり幸い区民祭り区民祭りがあるんですよ川崎は区民祭りじゃないんですカツとチキン。そういうの多いんだよね、なんか。いただきます5円ってか。美味しいありがとうございます。初めての味です今セーブとかそのプリントアウトとかそれを入れなきゃいいの扱える人じゃない管理できないな僕のおばあちゃんをね会津出身っていうのもありますし、なんか不思議なご縁がすごい会津には多くて、さっき言ったように大将にもすごい感謝してるし、いろんな感謝を返さないといけない人がすごい多いんですよね。でどの地方でもそうなんですけど、どの地域でもそうなんですけど、都内にどんどん若者が流れてく流れだと思うんで、やっぱどんどん人が少なくなっていくんですよね。そうすると街が廃れていくし、観光がちゃんと成り立ってないと。でも観光が成り立ってても人がいないと、働く人がいないとやっぱその地域は成り立たないし、何かこう元気を取り戻せるように、若者もその地域の魅力に気づいてもらえるように、会津ってすごいんだよっていう、地域活性になる何か後押しが何かできないかなっていうのは思ってますね。僕が好きになった味、そう、白クジャクのソース、味わい、
会津の味わいっていうのを伝えたいな、まあ、それが会津の皆様に対するこの恩返しができるのかなって僕なりに思って。やっぱり発信力があると思うんですよね、東京って。それだけ力があると思うんで、機会があるんだったらじゃあ世界にっていう方が、これがジャパニーズカルチャーですって言って広めた方が、よりこう地域の名前が逆輸入でこう広がっていくんじゃないかなっていうのを思ってるんで、機会があれば海外に、だから世界にとは思ってます。